いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは LINE 釣り糸を解説いたします。LINE 釣り糸は釣りにおいて必要な道具です。ルアーなどの仕掛けの違いや釣りの状況に合わせて LINE を選ぶことが必要です。しかし近年はとても種類が多く、何の釣りに何の LINE を使ったらいいのか迷うと思います。使うルアーや仕掛けの能力を発揮する LINE を選べば超過もアップしてきます。今回の LINE 釣り糸を学ぶことによって LINE の種類や特徴を知ることができます。最後までよろしくお願いいたします。今回はこの一覧表をもとに解説いたします。LINE のデータにつきましてはバリバスさんのカタログを参考にさせていただいております。解説する内容は次のようになります。LINE 選びのポイント。主な4つの素材。LINE の特性。素材の違いによる水中比較。それではこの4つについて解説いたします。LINE 選びのポイントについて解説いたします。LINE はルアーなどの仕掛けを考えてから選びます。釣りの状況に合わせて LINE を選ぶことも大切です。一例ではありますが、岩などがたくさんある岩礁地帯であれば、切れにくい対摩耗性に優れた LINE が必要になります。障害物の少ない場所であれば、対摩耗性より引っ張り強度や細さに重点を置いて LINE を選択します。また、自分が使う仕掛けやルアーに合った LINE 選びも重要になります。素早くボトム、底まで沈めるのか、それともゆっくり落とし込むのか、あるいは完璧に水面に浮かせるのか、使うルアーや仕掛けの能力を発揮する LINE を選べば超過もアップしてきます。ここからは表を活用して解説していきます。LINE の特性について解説いたします。深度は伸びが少ないほど感度は高くなります。LINE に荷重負荷をかけたときにどこまで伸びて切れたかを表すのが深度です。1メートルの LINE が10センチメートル伸びれば 10% となります。ナイロンとフロロの差がないように思えますが、フロロは初期深度が低いため、実際の釣りでは感度が良くなります。比重は LINE の重さになります。真水の比重を1とした場合にどれだけの重さがあるかを示すのが比重です。比重が 1.5 であれば水より重いため沈みます。逆に 0.5 であれば水より軽いため水面に浮きます。ちなみに海水の比重は真水に塩が含まれている分だけ重く 1.03 から 1.04 と言われています。PE は浮き、フロロは沈みます。釣り方に合わせて比重の特性を活用してみましょう。結節強度は LINE を結んだ状態での強さを示す指標です。結ぶと LINE の強さが半減する場合があります。LINE を結び、徐々に引っ張る力を加えて切れた時点での荷重が結節強度を表します。伸縮性の低い PE は引っ張り強度の約 50% から 90% まで低くなるので注意が必要です。数値は結束方法によって多少異なります。引っ張り強度は LINE に一定の負荷をかけた時の強さです。直線強度とも呼ばれます。測る際は専用の測定器が用いられ、先端を固定し、ゆっくりと負荷をかけていき、ラインが切れた時点での値が強度を表します。例えば、12ポンドの表示は12ポンドに耐えられるという意味ではなく、この重さで切れることを示しています。劣化速度はラインが水分を吸収する度合いです。水を吸うナイロンはコーティングに注目です。ナイロンは吸水性が高く、性能劣化に注意する必要があるため、
良質なコーティングを施したラインを選ぶ必要があります。また PE は吸水性はありませんが、繊維の隙間に水分が入り込み、使用感に影響を与えることがあります。耐摩耗性は、ラインが障害物などに当たって擦れた時に表面が削られていたり、傷つくことを防いで強度を維持する能力を耐摩耗性と呼びます。一般的にはフロロの耐摩耗性が高く、障害物の多い場所ではフロロが活躍します。PE は弱いとされています。ただし、素材やコーティングの技術の進歩で耐摩耗性は向上しています。主な4つの素材について解説いたします。ナイロンラインは応用範囲が広いラインです。しなやかさ、強さ、扱いやすさなどのバランスが良く、あらゆる釣りに安心して使える最もポピュラーなライン素材です。また、癖がつきにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが良く、キャスト時に扱いやすい素材です。多少伸びる特性を持っているので、衝撃を吸収するショックリーダーとして使われることもあります。吸水や紫外線による劣化が弱点となりますので、近年は製法やコーティング技術の発達により大幅にレベルアップしています。フロロカーボンラインは素材が硬いため、ラインに傷がつきにくく、また魚がかかった瞬間の初期の伸びが低いことが特徴です。岩などに対する根ずれなどの耐摩耗性や感度の良さが求められる釣りに最適です。PE ラインは引っ張ってもほとんど伸びないという強さがあり、同じ号数のナイロンラインと比べて 2.5 倍から3倍の引っ張り強度があります。ラインを細くすることが可能で、釣りに革命を起こしたラインです。しかし、摩耗に弱いことやしなやかさすぎるなど、扱うにはコツや練習が必要です。エステルラインは非常に優れた感度と高い比重が求められる釣りに最適です。非常に張りがあり、硬質でナイロンやフロロカーボンに比べて深度が低い特徴があります。また、吸水性がなく、耐摩耗性もナイロンより優れています。素材の違いによる水中比較について解説いたします。比重が軽いラインから見ていきます。比重が最も軽い PE ラインです。真水の比重1より軽いため、水面に浮くようにラインが張ります。そのため、ロッドを上げるなどルアーに動きをつけると、ルアーは上に向かって進むような動きになります。2番目がナイロンラインです。ラインの比重が水よりわずかに重いため、水面からやや沈むラインになります。水面の波の影響を受けにくい特徴があります。3番目がエステルラインになります。比重がフロロカーボンほどありませんが、沈むラインになります。軽いジグヘッドをラインと一緒にしっかり沈めることができます。最後の4番目がフロロカーボンラインです。最も比重が重く、狙った棚、水深に素早く沈めることができます。冬場の低水温期など、ボトム、低層にいる魚などを狙いたいときに使いやすいです。今回のまとめです。アジングを例に挙げてまとめてみました。表は左側になるほどアジングに適している特性になります。ナイロンラインは全体的にアジングには普通となっておりますが、ナイロンラインの最大の特徴でもある結節強度が最も高く、またラインの巻き癖がつきにくいことは初心者にとってはとても扱いやすいという利点があります。初心者の方がアジングにチャレンジされる際におすすめなラインです。フロロカーボンラインは比重が最も重いため、軽いジグタンを狙った棚に届けるラインとしては最も適しています。
他の項目は全体的に可もなく不可もなくといったところですが、引っ張り強度が最も普通のため、無理な負荷をかけると切れやすくもあります。ややアジングに慣れてきた頃に使うことをお勧めいたします。障害物がある場所やボトム、深場を狙うアジングに最適です。PE ラインは E か普通か両極端な特性をしています。特に深度と感度が優れていることは、アジの当たりを明確に取るために重要な特性です。また、引っ張り強度も強いことで、ラインを捕捉できるため、軽いジグタンをキャストする場合の抵抗も少なくなります。しかし、PE ラインの特徴でもある比重が軽いことが、アジングにおける深場攻略において、風が強い日などの状況によってはマイナスになることがあります。逆に風が弱い日はジグタンをゆっくりホールさせることができるプラスもあります。1g 以上のジグタンであれば PE ラインで対応できます。最後にエステルラインは良くも普通もなく、一見突出した特徴がないように見えますが、他と大きく異なるところは、深度と感度が PE に匹敵する特性を持ちながら、比重が重いところになります。唯一アジの当たりを取れやすい高感度と深場を攻略しやすい高比重を両立しているラインになります。また、対摩耗性にも優れているため、1g 以下のジグタンでボトムを攻略する際は、エステルラインをお勧めいたします。今回の授業は以上となります。ライン、釣り糸の授業がこれからの超過アップの手助けになれれば嬉しいです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見ていただきました方へ特別な告知がございます。釣りって学べるのサブチャンネルとして遊びって学べるを始めました。名前の通り遊びを通じて学ぶことを目的としたチャンネルを予定しています。まずは35年ぶりにミニ四駆にチャレンジしてみたいと思います。ミニ四駆創世期世代の私が心機一転、子供のためにゼロからチャレンジしてみます。釣りって学べるをご覧いただいている方で同じ趣味を持たれている方、もしくはミニ四駆に興味を持たれているお子様がいるパパ、ママがおられましたら概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ遊びに来られてください。